皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が開いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。今日の番組は、AI との会話で迷子にならない質問力、4つのコツと題して、最近ますます身近になっている生成 AI とどうすればもっと上手に付き合えるのか、その秘訣となる質問力に焦点を当ててお話ししていきます。AI にうまく指示が出せないなと感じたことはありませんか？実は多くの方が同じような悩みを抱えているんです。この話を聞いていただくことで、皆さんが AI から得る回答の質が格段に向上し、無駄なやり取りが減って時間短縮にもつながるはずです。AI は私たちの強力なサポーターですが、ちょっとしたコツを知っているだけで、さらに賢く、私たちの期待に応えてくれるようになります。どうぞ最後までお付き合いください。さて、AI が会話で迷子になると聞くと、少し不思議に思われるかもしれませんね。これはあくまで例えですが、AI も戸惑ってしまうことがあるんです。私たち人間が普段何気なくやってしまっているような情報を少しずつ伝えられたり、話があちこちに飛んだりするような会話、実は AI にとって少し苦手なことなのです。マイクロソフトリサーチのフィリップ・ラバン氏やジェニファー・ネビル氏、セールスフォースリサーチの林弘明氏、陰謀上司といった AI とのコミュニケーションを専門に研究している方々が発表した LLMs Get Lost in Multi-Turn Conversation、大規模言語モデルは複数回のやり取りがある会話で道に迷うという論文が2025年5月に発表されました。その論文によると、 AI は最初に全ての情報がまとめて与えられると非常に高い能力を発揮する一方で、情報を小出しにして伝えると途中であれ結局何をして欲しかったんだっけと混乱してしまい、本来持っている力を十分に発揮できなくなる傾向があるということが実験で示されたとのことです。論文を書いた人たちは AI がユーザーの意図をより正確に理解し、スムーズな対話を実現するための研究を行っている専門家たちです。その研究によれば、情報を小出しにした場合、AI の回答の質が平均して約4割も下がってしまったという報告もあるほどです。これは100点満点のテストで伝え方次第で60点くらいになってしまうというくらい大きな違いですよね。では、なぜ AI は情報を少しずつ与えられると迷子になってしまうのでしょうか。それは AI が非常に素直で、かつ一生懸命だからとも言えるかもしれません。最初に与えられた少ない情報から、きっとこういうことだろう、こういうものが欲しいのかな、と一生懸命推測し、作業を始めてしまいます。そして、一度その方向で考え始めると、後から新しい情報や変更点が伝えられても、最初の考えに強く影響を受けてしまい、柔軟に軌道修正するのが難しくなってしまうことがあるのです。結果として、私たちの意図とは違う方向に進んでしまったり、期待した答えがなかなか得られなかったりするというわけです。それでは、どうすれば私たちは AI を迷子にさせず、その能力を最大限に引き出してあげられるのでしょうか。今日はご紹介した論文が伝える AI を迷子にさせないためのとっておきの質問力4つのコツをご紹介します。まず1つ目のコツは、伝えるべきことはできるだけ全部まとめて最初に伝えるということです。例えば AI に旅行の計画を立ててほしいとお願いする場合を考えてみましょう。横浜に食べ歩きの旅行に行きたいんだけどとだけ最初に伝えて、その後でやっぱり温泉がいいな、予算は3万円で、移動手段は電車でと少しずつ情報を足していくよりも、来月の週末に夫婦2人で予算は1人5万円以内で、東京から電車で2時間以内で行ける温泉地で美味しいものが食べられて静かに過ごせる宿を探して、そして候補はいくつか教えてほしいというように、現時点で決まっていること、AI に考慮してほしいことをできる限り最初の段階でまとめて伝えるのです。仕事の場面でも同様です。例えば
会議の議事録作成を依頼するなら、今日の10時からの営業戦略会議の議事録を作成してください。決定事項、担当者、期限を明確に。特に新製品に関する議論は詳細にお願いします。といった具合です。こうすることで AI は全体像をつかみやすくなり、ああ、こういうものを作成すればいいんだなと的確に理解して作業を進めることができます。戻ってやり直すことも少なくなり、結果的に早く質の高い成果を得られる可能性が高まります。どうでしょう。これならできそうじゃないですか。次に2つ目のコツですが、これは具体的に伝えるということです。例えば AI に絵を描いてもらうとしましょう。素敵な絵を描いてとお願いするだけでは AI は何をどう描けば素敵なのか判断に困ってしまいますよね。そうではなく、青い空と白い雲が広がっていて、丘の上には赤い屋根の小さな家が1軒建っている。全体的に水彩画のような柔らかくて優しい雰囲気の絵を描いてほしいというように、色、モチーフ、場所、雰囲気、画風など具体的なイメージを言葉で伝えることが大切です。メールの返信案を考えてもらうときも、丁寧な感じでだけでなく、取引先のお客様への納期遅延のお詫びと今後の対応策を伝えるメール。丁寧かつ誠実な印象で、相手に安心感を与えるような文面を希望しますと具体的に指示するのです。具体的であればあるほど、AI は私たちの頭の中にあるイメージを正確に捉え、期待に近いものを生み出しやすくなります。ぜひ試してみてくださいね。続いて、3つ目のコツは、もし可能であれば、何のためにそれが必要なのか、その目的や背景も伝えるということです。例えば、AI にプレゼンテーションの構成案を考えてほしいとします。ただ、新製品のプレゼン構成案を考えてとお願いするよりも、来週の役員会議で発表する新製品の販売戦略に関する30分のプレゼンテーション構成案。目的は、役員から予算承認を得ることで、製品の革新性と市場での優位性、期待される収益性を強調してほしいといったように、誰に向けて、どんな目的で、どんな効果を期待しているのかを伝えるのです。そうすることで、AI は単に情報をまとめるだけでなく、私たちの意図をより深く理解し、構成の順番や強調すべきポイントまで考慮した、より説得力のある提案をしてくれる可能性が高まります。そして、4つ目のコツは、こんな形でアウトプットしてほしいという希望があれば伝えるということです。例えば、情報を箇条書きで整理してほしいのか、表形式で見やすくまとめてほしいのか、あるいは報告書の形式で作成してほしいのか、といった具体的な出力形式を指定します。プログラミングのコードを書いてもらうのであれば、どのプログラミング言語で書いてほしいかを明確に伝える必要があります。このように、最終的に欲しい形を伝えることで、AI は私たちの期待に沿った形で情報を整理し、提示してくれるため、その後の作業がスムーズに進みます。これもすぐに実践できるコツですね。このように情報を整理すること、最初にまとめて具体的に伝えること、そして目的や希望する形を伝えること、これが AI を迷子にさせず、良きパートナーとしてその能力を引き出すためのとても大切な心構えと言えるでしょう。この4つのコツを意識するだけで AI からの回答が見違えるほど的確になり、皆さんの時間や労力を大幅に節約できるはずです。それでも、時には AI との会話が思うように進まず、あれ?なんだか話が噛み合わないな。AI が私の言いたいことを理解してくれていないみたいだと感じることもあるかもしれません。そんな時はどうすればよいでしょうか。そういう時は、無理にその会話を続けようとするよりも、初めから新しい会話を始めることをお勧めします。さっと気持ちを切り替えて、チャットを新規作成とか、新しいチャットをクリックすることです。人間も議論がこんがらがってしまったら、一度休憩を挟んで仕切り直した方が良いアイデアが浮かぶことがありますよね。AI もそれと似ていて、一度混乱してしまった会話の流れを引きずってしまうよりも、気持ちを切り替えるように、新しいセッションで
改めて指示を整理して伝え直す方が結果的に早く的確な答えにたどり着けることが多いのです。本日は AI との会話で迷子にならないためにというテーマで AI への上手に質問するための質問力4つのコツについてお話ししました。重要なポイントは、伝えるべきことはできるだけ全部まとめて最初に具体的に伝えること、そしてもし AI が混乱してしまったように感じたら新しい会話を始めて仕切り直すことでした。生成 AI は私たちの生活や仕事を豊かにしてくれる非常に便利な道具です。そしてその道具をより効果的に使うための取扱説明書の一つが今日お話しした迷わせない質問力4つのコツと言えるかもしれません。少し意識を変えるだけで AI はもっともっと頼りになる賢いパートナーになってくれるはずです。AI とのやり取りがスムーズになることでストレスなくもっと AI を身近なパートナーとして活用できるようになりますよ。いかがでしたでしょうか。今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それではこの後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。